はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回は一応予定通りカムシャフト作っていこうと思います。カムシャフトはカム山、ベアリング支持部、ギア、それぞれ別体で作る感じですね。シャフトはこのシャフトに串刺しにする形で各パーツつけていくっていう感じです。まずはベアリング支持する部分ですね。ベアリングの固定する部分やっていこうと思います。何しろ似たようなパーツを大量に作るのでめんどくさいといえばめんどくさいですね。これはベアリングシャフトの部分、ベアリングを固定する部分ですね。これが全部で、12個。インレットエキゾーストほぼ同じものなので共通パーツでインレットエキゾースト合わせて12個ですね。カム山は8個作ると。とりあえずまずシャフトの正確な寸法を測りましょうか。シャフトの直径が 9.986 ですね。これに合わせて内径を作ると、溝のついたドーナツみたいなパーツをたくさん作ってきます。今セットして、ちょっと仮にテスト切削今やってますが、いまいちチップが良くないんで綺麗じゃないですね。もうちょっとテストやりますね。やっと相性のいい刃物と、設定見つかったんでこれでやってきます。今回はなんか苦労したな。いいや、とにかくこれでまずは外形から進めていきますね。これで 20.05 付近、よし大丈夫だね。このぐらいならいいでしょう。では溝掘ってきますね。溝入れまでは終わったので、次穴開けてリーマン仕上げですね。あとは突っ切りで切っちゃえばいいんですね。はい、1個目こんな感じですね。ちょっと余白がびっこですけど、いいでしょう。シャフトに通した感じも、ガタもなくスムーズに入る。これなら 1,2 目が比較的楽ですね。じゃあこれをあと11個。予備も入れれば12個ぐらい作っときたいですね。
ベアリングの軸受けになる部分ですね、これが。はい、こんな感じでずら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 っと同じ部品が13個あります。使うのは12個で1個は予備ですね。さて、フランジ部分の製作ですが、まあこれでいいね。よいしょ。単面これで OK なんで外形ですね、やってきます。これで今21ジャストのはず。ぴったり。あとはシャフトの通る穴を作って突っ切りをやっていきます。はい、ここまで OK と。もう一個同じものを作ります。まあそっちはタイムラプスで進めちゃいますね。はい、2個できたので、あとは背面、この単面整えてフライスに移動します。はい、では、ここを最後に整えて、9ミリちょうど。次はこのギアの加工を進めていきます。はい、ギアの加工ですが、昔作ったジグで結構ちょうどいいのがあったんで、これをちょっと手直しして使います。ここからは芯出しが重要なので、三つ詰めチャック外して四つ詰めに切り替えていきます。
OK。フランジ部分はこれで OK。はい、フランジ部分に合うようになりましたね。まだこれ刃はだいぶ薄くしなきゃなんないですけど、それはこの後でやってきます。ではもう一個も進めてきます。これで2個分歯車と、フランジの部分ですね、できました。あとは歯車の厚みを減らしてネジ止め用の穴開けてっていう感じですね。かなりギア薄くなりましたね。あと1個同じ作業をやってきます。あとはネジ穴加工ですね。そっちはフライスでやってきます。まずはギアの方に3箇所穴開けてきます。一回外してまた次こいつをつけますね。次はフランジ部分の穴開けとネジの製作やっていきます。これでフランジ部分にネジ止めできるようになりましたね。あとは座繰り作ってきます。はい、これで座繰り OK ですね。はい、いい位置に収まりますね。1個終わって、あと1個同じ作業です。はい、加工シーン取り忘れましたが、これで2つ出来上がりました。まあ、いい感じだと思います。よし。はい、では、カム山の材料準備していきます。まあ、このパートはひたすら外形を整えたら、どんどん切るだけなんで、まあいいでしょう。素材は SCM の415ですね。それで8個、余分も考えれば10個程度、10個から12個作りたいんで、だから7センチ、8センチ出しとけばいいかな。よし。ちょっと出幅長いけど、まあいいでしょう。
まあ外形こんなもんでいいでしょう。要は一皮むきたかっただけなんで。よし、そしたら、穴開けて輪切りですね。はい、1個目ずっきりできたと。まああとはこれをひたすら繰り返します。はい、これで全部で2、4、12枚。使うのは8枚なんですけどね、状態のいいものを優先して使っていくので、予備がいくつかっていう感じです。はい、ちょっと作業時間が長くなってきたので、一旦ここら辺で動画を締めようかと思います。今回作ったのはこのベアリングの受けを、全部で13個用意してあります。予備が1個ですね。それと駆動用のギアとギア用のフランジですねを加工してあります。まだ、カム山作ってませんが、カムになる素材ですねの切り出しまではやりました。まあ、ちょっと仮組みっていうかイメージだけでも掴んでみましょうか。全部ベアリング入れると後が大変なので、まだバラシがあるんで2個だけ入れて、でベアリングの軸受けがついて歯車がつくと。でまたベアリングの軸受けが3つつくと。こんな感じですね。歯車の向きは多分これで合ってるはずですけど、こういう感じですね。まあ特にぶつかることもなくいいんじゃないかと思います。でベアリングの固定用金具ですね、これがをつければバッチリですね。なので次回からカム山の切削と焼き入れ、それと組み立てっていう感じになるかな。だいぶ中身が入ってきましたね。シリンダーヘッドも長くて皆さん飽きてるんじゃないかと思うんですけど、まだまだ続きます。まだちょっと時間かかるんで、もう少しカムシャフト編お付き合いください。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。